んにちは、佐久間美桜です。今日はですね、タイトルの通りなんですけど、先日ね、インスタグラムで切実な思いを送ってくださったコメントを発見して以来、結構女の子で本当に困ってる方からのメッセージも多いなという風に感じて、正直私は昔大きいのが結構コンプレックスで、なろうと思ってなったわけではないんですけど、多分なってしまった原因はあれだなーっていうのはあるので、私の経験がお役に立てればいいなと思って、今日は女子のために一肌脱ごうと思います。ということで、まず現在の私のバストサイズですけど、G カップから H カップくらいを日によってうろちょろしてる感じです。でも元からそんなに大きかったわけでもないですし、遺伝でもありません。中学生の頃は B から C カップくらいの下着をつけてました。じゃあどうやってここまで成長してしまったのかをお話ししますとですね、2段階に分かれます。まず学生時代に B から F カップくらいになりました。そして20歳くらいからつい最近にかけて、F から H まで成長しました。どうして分けるかって言いますと、大きくなった方法が全然違うからです。最初の B から F までは、正直下着の正しい付け方っていうのも知らなくて、おまけに私は当時ミニモニっていうアイドルユニットがすごく大好きで、セクシーさとかよりもちっちゃくて子供っぽい可愛さに憧れていました。だから身体測定の時とかも身長とかも150センチは超えてはならないと思って、こうわざと猫背にして身長を測ってたりとかしたくらいで、下着も、自分は B カップくらいでないと嫌だっていう意識から、実際はアンダー65で C カップくらいだったと思うんですけど、当時アンダーバストのサイズを70とか75センチとかにして、わざとカップ数を下げた下着をつけたりしてました。で、高校生くらいになってようやくきちんと測って、D くらいの下着をつけるようになったら、バストが息苦しくなくなったのか、そこからさらにすくすくと成長して F カップくらいまでになりました。じゃあもともと大きかったんじゃんと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、そう思ってる方の中にも実は自分が思ってるより自分のカップサイズは大きい方がいらっしゃるかもしれません。正しいブラの付け方やサイズを選ぶことでより胸が成長しやすくなるので、今までなんとなくお店で適当に下着を買われてた方は、この機会にぜひ下着屋さんで、試着だけでもいいので、店員さんに正しい自分のカップサイズとかブラの付け方とかを教えてもらうのをおすすめします。ただ店員さんによってはカップサイズはトップとアンダーの差だって教えられてる方がいらっしゃいますけど、それだと私は D カップになってしまって、一回 D カップですねって言われてこう下着を持ってきてもらったんですけど、いらないですねってなったので、証拠としてではないんですけど、こちら GH カップ用の水着なんですが、見た目はねこうドドーンと大きいんですけど、意外とつけてみるとこんな感じでフィットするものなので、見た目でねこんなに私が大きいわけがないと思わず、ぜひいろいろ試してみてください。私の友達で胸の大きい子たちに聞いてみても、カップの測り方は当てはまらないっていう子が多いので、必ずしもその測り方では正しいサイズは測れないと私は自信を持って言えるので、いろんな下着屋さんに行っていろいろな店員さんに聞いてみて、自分に合ったカリスマお胸アドバイザーを見つけてみてください。特に成長期の段階で自分に合ってないサイズのブラをつけていたら、大きくなりたい人にとっては非常にもったいないことだと思います。そしてそれと並行して、食べ物とかも影響してたかなと思うんですけど、私はですね昔から母の素敵な洗脳のせいでというか、洗脳のおかげで牛肉より豚肉より鶏肉が一番いいお肉なのよと言われて育ったもので、鶏の唐揚げが大好物でした。そして唐揚げとね一緒に出てくるのが大体キャベツです。さらに近くに美味しい豆乳のパン屋さんがあって、一時期豆乳にもハマり、納豆とか大豆の酢の物とか、イソフラボン系も大好きでした。アホな私は完全に無意識だったんですけど、後から気づいたら全部胸が大きくなると言われている食べ物ばっか食べてたんですね。なので B から F までのまとめとしては、正しいサイズのブラや付け方をマスターする、
そして胸が育ちやすくなる食べ物を食べるっていう、外からと中からこれを並行してやることかなと思います。あと一番大事なのは、思春期だったのでそれなりに恋もしておりました。なので恋をしたり、ドキドキする漫画を読むだけでもいいので、女性ホルモンの分泌を促す。成長期の女の子ならね、この3つで十分だと思います。ちなみに昔とある小学生の女の子にみおちゃんみたいに胸大きくなりたいって言われたことがあって、この3つを教えたんですね。そしたらその結果、彼女今中学生ですけど、私より胸大きくなって嘆いてますので、そう、人間ないものねだりなので、本当に大きくしたいのかっていうことと、どれくらいまで大きくしたいかっていう、どれくらいまで大きくしたいと思っててもそこをコントロールするのはなかなか難しかったりもするので、思ってた以上に大きくなっちゃって、こんなはずじゃなかったみたいになってもね、戻すことはできないので、それでもどうしても大きくしたいっていう方や、成長期も過ぎてるし、この3つの方法じゃあんまり効果ないんじゃないのっていう方は、次の F から H になってしまったと思われる方法をお伝えします。一言で言えばマッサージなんですけど、私は胸を大きくしたかったんじゃなくて、二の腕を細くしたかったんです。つまりね、これをマスターすればおそらく二の腕も細くなって胸も大きくなるのかなと思います。はい、ではまず説明をする前に分かりやすいと思うので採寸をしておきます。一旦脱ぎますね。現在のサイズが82センチですね。では早速やり方ですが、まずは姿勢を正します。日本人の女性で多いのが、腰が反っちゃって猫背になるっていう、こういう感じの姿勢の方が多いみたいなんですけど、ダイエットでも何でもそうですけど、どのパーツにおいても一番大事なのは姿勢だと思いますので、これはもう早めに癖をつけることをおすすめします。肩を開いて背中からお尻までがまっすぐになるように座ります。では早速マッサージに入っていきます。クリームとか滑りが良くなるものを塗ってあげてもいいんですが、私はね、わざわざマッサージに時間を作るっていうのがめんどくさかったので、お風呂で体を洗うついでにやってます。その方が血行も良くなって、さらに効果も出やすくなるらしいのでおすすめです。今はちょっと痛いのでクリームを塗ります。でまず二の腕の太いところをつまんだりとか、手をグーにしてグリグリとセルライトを潰していきます。セルライトはね、なかなか強い力で潰さないと効果がないので、痛いですけど、そこは美のためにちょっと我慢しましょう。そして次に脇の下にセルライトとか老廃物を捨てるゴミ箱というか、ゴミホールみたいな存在の液化リンパ節っていうのがあるんですけど、この脇のへこみの部分あたりに液化リンパ節があるので、脇の中に4本指を入れちゃって、上から親指でグリグリとこの辺りをほぐしていきます。この辺りに滞った老廃物をゴミホールの中に送り込んであげるような気持ちで、反対も同じようにやります。私はもう全然毎日やってるんで痛くないんですけど、慣れてないと結構痛いと思いますので、無理しない程度に10回くらい揉んであげてください。そしてゴミホールの周りにくっついていた老廃物たちが中に流れていって、ゴミが入りやすい状態になったら、細くしたい二の腕の先ほど潰したセルライトや老廃物たちをゴミホールまで流して捨てるイメージで、肘下からゆっくり流していきます。反対も同じようにします。そして二の腕が太く見えるのは、肩甲骨の周り、この辺りですね。この辺りからも来ていると思ったので、今は結構毎日続けてて割と薄くなったんですけど、昔はもっとこの辺肉厚でもブーってしてたんですよ。なので肩甲骨の周りからも、もう二の腕付近も全体、背中からも肩甲骨からも、とにかく二の腕細くなれっていうイメージで、全部この辺りの周りのお肉を脇の下まで持っていきます。特に二の腕細くしたい人ね、この動きめっちゃおすすめです。かなりこれで私、二の腕のこの辺りの周りの肉が薄くなった気がします。反対も同じように流します。あと今日水着の紐でちょっとやりにくいんですけど、お風呂の時は裸んぼなので、石鹸もついてるし滑りがいいので、もう後ろこの辺りからぐわーっと持ってきて、クロスして脇の下に持っていくっていう
多分ですけどこの動き結構背中とかに流れてしまったお肉がこう胸に戻ってきて、この辺を刺激することで張りも出たんじゃないかなと個人的に思います。ちなみに液化リンパ節とかこうリンパマッサージの仕方みたいのは昔まだ上京する前福岡にいた頃にバイトしてたエステサロンで習ったので、人生何事も無駄はありませんね。ちなみに私は二の腕を細くしたいだけだったので全部脇の下までしか運んでませんでしたけど、胸を大きくしたい場合はデコルテラインぐらいまで流してあげた方が効果が出るそうです。リンパの流れは非常に緩やかなので、あんまりこう速くしないで流れに合わせてゆっくり流してあげましょう。この動きでね、寝てる間に重力で二の腕や背中に流れてしまった胸のお肉が戻ってきやすくなるそうなので、体洗いながらなので全身いろんなパーツをマッサージしながら洗っているので、お胸付近もこう洗うついでにできるマッサージなんかないかなって思ったら、垂れないマッサージっていうのが確かあるって聞いたなーくらいのふわーっとした知識でマッサージしてしまったんですけど、そのせいで多分ここまで成長してしまったと思うので、ここから特に参考にしてみてください。胸の形をね良くしようとする時に血流が悪いとなかなか固まってお肉が動いてくれないので、手をこんな感じで上下から当てて、上は外から中に、下は中から外にという感じで優しく回し流すみたいな感じで動かしていきます。で5回くらいやったら手を上下逆さまにしてまた5回くらい動かします。反対も同じようにやります。そして次にもっとがっつりと凝り固まった乳腺を刺激して垂れない張りのある上向きバストにするために、今度は下から上に向かってたっぷりほぐしてあげます。ちょっと今動画だからあんまりこうがっつりやれないんですけど、もっと実際はこうグワーって乳腺に刺激を与えるつもりでやってみてください。で反対も同じようにやります。そうすることで上向きのバストを作るだけじゃなくて血行も良くなってふわふわ柔らかいバストを作ることができます。そして最後は下から上に向かって流してあげます。そして最後にもう一度脇の下の液化リンパ節を、せっかくマッサージで老廃物が流れやすい状態になっているので滞らないようにゴミホールの中に全部流してあげます。でいつもは体洗いながらなので、他のパーツに移るんですけど、今日はお胸についてということで以上になります。はい、ということで一旦ここでもう一度採寸してみましょう。84センチ、3.5 から4センチくらい。はい、1.5 から2センチアップしました。もちろんねこれが永遠に続くわけじゃなくて、今はこうお肉を移動させて流れに乗ってこうお肉が寄ってきてるような感じなので、固定されてるわけではないので、明日以降マッサージをずっとしなかったら元の位置にまた戻ってきちゃうと思うんですけど、お風呂の中でなのでどうせ毎日お風呂で体洗うんだったらそのついでにマッサージしてあげてもいいんじゃないかなと思います。毎日毎日継続することによって定着しやすくなってくると思うので、ぜひ試してみてください。で肝心のね、私としては肝心の二の腕なんですけど、これを始めて2週間くらいで目で見てわかるくらい二の腕もなんか今までここ細くなったことなかったのにすごい変わった気がするって思ったんですよ。それでハマってね、毎日欠かさずマッサージしておりましたらば、だんだん胸まで張ってきた感じがしてブラがきつくなったので、下着屋さんに行ったらまさかの H カップを勧められるっていう嘘やろって思いましたよ。でもなんでかなと思っていたら、ある日友達がおっぱいマッサージを始めたって言ってて、それってどうやってやるのって聞いたら、私が無意識にやっていた動き一連そのまんまだったわけです。なのでね、適当に体をマッサージされてる方、胸を大きくしたくない方はこの動画見てないと思うんですけど、胸を大きくしたくない方はお気をつけください。ということで以上が F から H までになった方法です。まとめますと、まずやったのが二の腕や肩甲骨周りのお肉を脇の下やデコルテに向かって流すことで脂肪の場所を移動して流れてしまったお肉を元のあった胸の場所まで戻す。そして凝り固まった血流を流してバストの形を変え上向きのピンとしたバストにする。こちらはねいろんな運動と合わせてあげることで効果がより大きくなるので、そちらは運動の仕方とかちょっと長くなっちゃうんで、おいおいまたご紹介するかもしれないです。そしてマッサージで刺激してあげつつ、全体の凝りもほぐしてあげることで大きくて柔らかいふわふわのおっぱいになります。
はい、ということで以上が B カップから H カップまでの下着を経験してきた私の無意識にお胸が育った理由でした。少しでも参考になりましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので概要欄からぜひフォローお待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。